皆さんこんにちは。日本人のみーです。今回もよろしくお願いします。このチャンネルでは日本についてのいろいろなお話を文字と私の声と口の動きで紹介しています。丁寧にゆっくり話します。たくさん耳で聞いて目で見て楽しく日本語を覚えていきましょう。翻訳ボタンをオンにしてお楽しみください。気に入っていただいた方はチャンネル登録、高評価、コメントをもらえると嬉しいです。それでは本編スタート。日本語に浸ろう。日本のいろいろな場所、日本一の山、富士山。日本には全部で47の都道府県があります。47の都道府県を北から順番に見てきましたが、今回はちょっと一休み。日本人の心、富士山をご紹介します。富士山は日本で一番標高が高い山です。海外では富士山と呼ばれ親しまれています。富士山があるのはだいたいこの辺り、日本列島の真ん中、人間で言えばおへその位置です。もう少し地図を大きくしてみましょう。富士山は山梨県と静岡県の2つの県の境目にあります。富士山の魅力といえば左右対称の美しさ、青い空と真っ白な雪をまとったコントラストがとても印象的な山です。しかし富士山の魅力はそれだけではありません。富士山はとても大きな山です。そのため富士山は日本のいろいろな場所から見ることができます。どんな天気の日に見るのか、どこから見るのか、どの季節に見るのか、それによって富士山の表情が変わります。その日の気分によっても富士山は違って見えます。ふと見上げるといつもそこにいて見守ってくれている富士山。今回はそんな富士山の表情を10個ご紹介します。きっとあなたのお気に入りの富士山が見つかるはずです。1、逆さ富士。湖に富士山が映り込み、富士山が逆さに見えます。これを逆さ富士
と言います。逆さ富士はよく晴れた風がない日に見ることができます。縁起がいいとされ、日本のお札にも描かれています。2、赤富士。夏から秋にかけて雪のない富士山の山肌が朝日で赤く照らされている様子を赤富士と言います。黒い山肌が朝日で赤く染め上げられ、浮世絵にも描かれる人気の富士山です。3、紅富士。秋から春にかけて雪をかぶった富士山が朝日で桜色に染まる景色を紅富士と言います。真っ白な雪が朝日で桜色に染まります。真冬のよく晴れた日の朝に特にきれいに見ることができます。4、ダイヤモンド富士。富士山の山頂に太陽が重なり、まるで宝石のダイヤモンドのように輝いています。これをダイヤモンド富士と言います。息を飲むほど神秘的な美しさです。お金では買えないダイヤモンドです。5、影富士。富士山の影が雲海や地面に浮かび上がっている姿を影富士と言います。遠く雲海の果て、世界の果てまで届きそうな大きな影、まるで世界を飲み込んでしまいそうな迫力です。6、男富士と女富士。右の2枚の富士山の写真、どう違うかわかりますか？上が男富士、下が女富士です。男富士は山梨県から見る富士山のことを言います。山肌がゴツゴツしていて力強く勇ましいことから男富士と呼ばれています。女富士は静岡県から見る富士山のことを言います。山肌が滑らかで、まるで着物を着た女性が座っている姿のように見えることから女富士と呼ばれています。7、富士山と笠雲。まるで富士山が帽子をかぶっているような雲がかかっています。この雲を笠雲と言います。富士山に笠雲がかかると
翌日に雨が降ることが多いです。青い空、白い雲、そして富士山が作り出す絶景です。8、富士山と花。これは富士山とひまわり。夏の力強い富士山とまっすぐに上に向かって咲き誇るひまわり。次は富士山とコスモス。秋の富士山と色とりどりに咲き乱れるコスモスが風に吹かれて気持ちよさそうです。次は富士山と芝桜。雪をかぶった真っ白い富士山とまるで絨毯のように地面を桃色に埋め尽くす芝桜。最後に富士山と桜。富士山と桜の美しさに説明はいりません。9、富士山と紅葉。うっすらと雪をかぶった富士山と真っ赤に色づいた紅葉。真っ青な秋晴れの空。お弁当を持ってハイキングに行きたくなります。10、富士山と海。最後にご紹介するのは雄大な富士山と生命の母海。見渡す限り広がる海と大きな大きな富士山に挟まれたら悩みも吹き飛んでしまいそうです。今日はすごく疲れたな。そんな日も富士山と海を見ていると明日も頑張れそうな気持ちになります。最後は飛行機からの富士山を見ながら、今回はこの辺でおしまい。日本の富士山に会いに来てくださいね。おまけ。ここからは普段のスピード話し言葉で少しだけおしゃべりしていきます。お時間のある方は聞いていってくださいね。今回は富士山の話をしました。私の住んでいる場所からはいつも富士山が見えます。毎日当たり前に見えるので普段はあまり意識していません。でもほっと一息ついた時に何気なく窓の外を見ると富士山が見えます。悩んでいる時も嬉しいことがあった時もふと見上げるといつもそこに富士山が見えます。当たり前すぎてありがたみを忘れがちだけれど、空気のような家族のようなとても大切な存在です。富士山に限らず山って不思議です。人間が作った街並みはどんどん変わっていきます。人間もどんどん年を取って変わっていきます。でも山は何年経っても変わらない。地球の長い歴史で見れば山も変化しますが、私たち人間から見れば不変の存在です。変化も素敵だけれど、
変わらないものの存在は心を安定させてくれます。あなたにとって心の拠り所になっている山はありますか？よかったらコメント欄で教えてください。それでは今回はこの辺で。ありがとうございました。またね。バイバイ。